皆さんこんばんは、兄貴です。今回はね、ASUS2599 の悪い設定をご紹介します。わざとあまりおすすめしない設定と比較して皆さんと見ていこうかなと思います。オープニングはコールドウォーで関係ないんですけれども、ついに解禁されましたね。スライディングが今回もというかブラックオプスらしく強そうです。ウォーゾーンMW の場合はジャンプ打ちがめちゃめちゃ強いんですけどね、スライディングするとヘッショ入っちゃうんで、ただブラックオプスらしいスピーディー感のあるスライディングでなかなかすんごい楽しみというところで、今回は自分の実弾打った経験交えてゲーミングモニターの中心を表示させるモードがあるんですけどね、これかな、この表示させるのが自分の成長を阻害させるよっていう説明を経験交えてしていきたいと思います。最後までよろしくお願いします。それではシーンを変えて、ゲーミングモニターでついてて宣伝でよくアピールされてる十字モードですね。今表示させます。この十字線モードね、これチートじゃねえみたいな、強くなるんじゃねえと思ってる方、反対です。逆ですね。これ使うと下手になるし、あんま信用しない方がいい。このあくまで画面の中心を捉えられるだけで、この定点でこうずっと芋ってるんだったら別だけど、すごい動きの激しいこのゲームでこれ使うとね、カメラ越しには分かんないかもしれないけれども、本来の中心とずれるんですよね。このソフトで白点で表示されてるものと、人生の中で皆さん実弾経験したことありますかね。私10歳前後ぐらいの時に社会勉強っていう名目のもとアメリカで実弾の打たされちゃったんですけどね、ここでもちょっと試してみたんですけど、これね、打ちにくい。緑邪魔だよね。これなんで邪魔かっていうのを今説明しますね。庶民的に説明します。見苦しいものを今から映すんで、缶切りとお箸で説明缶切りとお箸で説明します。銃って画面下で申し訳ないんですけど、このフロントのサイトとリアのサイトの2箇所で照準を定めるんですね。ピストルの場合ですけど、キズだったんでピストルしか経験なくて、上スライドして撃つタイプのしか経験しなかったですね。怖くて、リボルバーとかはもう衝撃が怖くてキッズには無理でした。今もピストルとか嫌いで、戦争も嫌ですけどね、嫌だからこそやってるっていう、この分かりますかねこの相反するこの気持ち分かる方いらっしゃいますかね。で、このフロントとリアをこう合わせて照準合わせるんですよね。でこの2箇所で済む話が、この緑の入れちゃうと、チート機能入れちゃうと3箇所をね合わせなきゃいけない感じで、コンマ何秒か遅れちゃうんですよね。言ってる意味わかりますかね。なので本来だったらお箸ね、フロントサイトだとして缶切り登場します。映るかな、こんな感じ。ちょっと手プルプルしてるけど、フロントにリアでこういう感じでエイムを合わせます。で、あったところでズドーンなんですけど、これがさ、緑が現れるとフロントが2つある感じ。お箸もう1個登場します。フロントがもうちょっと
手がつりそう手がつりそうだ。このね、よいしょ、今リアとフロントが合ってるこの時点で普通は打てるのに、チートのこの緑の使っちゃうと、なんかもう一個フロント合わせなきゃいけないみたいな、コンマ何秒か判断が遅れる感じですね。どうしても画面の中心が気になって、しかもソフトのフロント部分とこのモニター上の緑のなんちゃって照準がちょっとずれんのね。実際戦ってみてやったんで感想なんですけど、この3つをさ、瞬時に同時に合わせってちょっと無理ゲー臭くないですか？結構これね、頼って使っちゃうと上達しないですよ。これは本当にやめといた方がいいと思います。これね、本来のこの動きに合わせて違いを見せたいとこなんですけどね、どうしてもカメラ越しだとこのズレがね分かりにくいんだよね。これ微妙に視認できるぐらいずれるんで、この徐々に今ぴったりになりましたけど、この中心部分がねずれます。ずれるし、ほんと 0.01 秒とか 0.05 秒とかは分かんないですけど、そのぐらいずれちゃうんでね、実戦でこの表示があると非常に邪魔。普段定点で打つ人以外は本当におすすめしない。で実弾の話なんですけど、本当にピストル怖いんで本当に怖いんでね、ちょっと一度打つと恐怖に駆られてトラウマになるんですけど、一回は社会経験としては打っていいかもしれない。で、嫌がってた母親が全部この額に打ち込んでたのを見たら逆らっちゃいけないなって子供ながらに思った記憶があります。こんな感じですかね。以上、おすすめしないこのチート機能の十字キー十字カーソルでした。ぜひ参考にしてみてください。そしてこれに頼らずぜひ上手くなってください。以上、底辺からでした。ですね、今回はダメな設定を紹介していきます。こんなになっちゃうよっていう違いですね。今はおすすめ設定でやってるんですけど、どれだけ色が変わってきちゃうかっていうのを少しカメラ目線でまた、ご紹介したいと思います。画面をね、カメラを通して映してるんで違いが分かりにくい部分もあると思うんですけど、そのあたりはご了承ください。今はおすすめ設定で敵のコントラストもはっきりした状態でやってますね。これがはっきりした状態で、これを少しやった後にすんごい画質でやっていきたいと思います。生きとうございますあれだね、大河かっていうね、生きとうございます言ったね今ね。じゃあこんな感じで、これは比較的個人的に気に入ってる設定でやっています。この設定は前回説明してるので、合うなと思った方はぜひ使ってみてください。今回はダメダメシリーズだけね。じゃあそろそろ画質を変えていきたいと思います。よいしょ。じゃあここからはおすすめしない設定にわざと落として、一緒に画像を見ていきましょう。例えばこのトレースフリー60か40がいいって前回おすすめしたんですけど、例えばこれを100に上げてみます。そうするとね、わかるかな、画面上でなんかすごいね、通じる人には通じる 3D、 昔の 3D のドラえもん、メガネかけて赤と青のメガネをかけてやってる、なんだろう、
昔の良き 3D のぼやついた画面を見てるような感じですね。やばさ映ってるかな。すごいね、浮いてるのね、いろんな枠いろんな輪郭が浮いてるの。動かないとわかんない。動くとね、これわかるかな。ドラえもんの 3D 現象。映ってるといいんだけどな。なんか目立ってそうな部分だけカットして映していきます。今100の状態ですね。今は100の状態。極端なんだけど、これを次に 10にします。そろそろ10にしようかな。それでは今からトレースフリーを100から0にします。極端ですけど、その方がわかると思うんで、画像から、トレースフリーの100から0に一気にしました。これで戦ってみます。打ってたね、君ね。狙われてる。こっちのがまだ残像とかドラえもんの 3D になってる。ドラえもんの 3D 通じないかな。若い世代通じないよね。ごめんなさい。今切り替え遅かった。いややめて。いや今のエイム下手すぎるわ。いやこのね、ブレがね、トレースフリー0の方が全然ない。100やばいね。トレースフリーの100もドラえもん現象やばい。おっと待って。切り替えすぎね。これが、トレースフリー0の状態ですね。画像で見るとそんな変わんないのかな。どう思う？こっちの方が残像マシな気がするな。もう一回100にしてみるか。ちょっといじめないで。いや近ってきてんな。やめて。ちょっといじめないで。このなんだろう、すごく古臭くない？この画像。なんかブラウン管だからブラウン管とかわかんないっちゅうのね。この色合いのブレ方、やっぱドラえもんの映画館の赤青のメガネだって。やだ。ちょっと攻撃せずに今ひたすらブレを見てます。それでは最後に個人的に一番見にくい設定を紹介してお別れします。ゲームビジュアルは一応 FPS モードにさせてください。で、ブルーライトは0で、どうしよっかな。この辺カラーは普段暖かいなんですけど、ブルーとかネイビーとかカラス色のスキンが多いので、その区別がつきにくい冷たいを選びます。そして鮮明度100、トレースフリー100、ビビットピクセル100。もうすんごいザラザラしてんのね。あとシャドウブーストもなしぐらいでちょっと行ってみようかな。これでちょっと戦ってみます。
カメラ越しに映るかどうかはわかんないんですけど、このなんだろう、見えるっちゃ見えるんだけど、なんか決定打にかけるこの見にくさわかりますかね。すみません、カメラ越しにやってるんでかなりやばい映画なんですけど、嘘、ボット相手にこれはないね。色の違いとかわかるかな、伝わればいいんですけど、いいところだけ切り取ります。差異が分かるところだけ切り取る予定です。ちょっとね、手袋しながら結構滑るな、手が。わかるかな、この違い。ほいみんな死んで、結構カメラ越しだとこの激しい感じがよく見えちゃったりもするのかな。自分の目ん玉で見るとね、結構どぎついんですよね、ザラザラ感。敵が見えないわけじゃないんだけど、全体的にザラザラしてて、実戦では非常に使いにくいですね。という感じで、今回はわざと見にくい画像で使いにくさを表現してみました。これがね好みって人もいるかもね。なんかちょっと古いブラウン管チックなこのザラザラ感、最高にクールと思う人は使うといいと思います。もう目がっていう、あれなんだっけ、ムスカか、そんな強さを感じさせる色彩ですね、これね。違いがわかるかな、後で編集してわかればいいんだけど、まあそんなこんなでおすすめじゃないおすすめの後はおすすめじゃない画像をお送りしました。こうするとね、なんでいいのかがわかるはずです。